読書は推し活。カンヌ国際映画祭の監督週間部門に選出されて、現地では6分間のスタンディングオベーションを受けたという話題作でもあります。黒川宗也さんがうまかった。後で調べたら、実写版推しの子で神木光の子供時代を演じていた役者さんでした。吉沢亮さんの色っぽさには玉出ました。普段着のシーンでもたまらなく色っぽい、危機迫るものがあり、お初が乗り移った気候としてそこに生きていました。日本の映画史に残る作品と言っても過言ではないと思います。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。先日、吉田修一さんの小説、国宝を読んだ感想の動画を公開したところ、たくさんの方にご視聴いただきました。ありがとうございます。もちろんご視聴いただくだけで嬉しいのですが、グッドボタンやコメントをいただくと、見て、かつ、いいと思っていただけたことがわかり、励みになります。改めて感謝申し上げます。さて今回は、映画、国宝を見た感想です。3時間10分と長い映画なんやけど、あっという間で最高でした。お客さんの年齢層が高いなと感じましたが、ぜひ若い方も含め、いろんな方に見ていただきたいです。まずは映画の基本情報から。監督はフラガール・アクニー・ヒカリ・ノリー・サイル監督。脚本はサマーウォーズの奥出麻人子さん。主演の吉沢亮さんが歌舞伎役者、菊尾、横浜流星さんがライバル役、修介を演じています。また本物の歌舞伎役者である4代目中村鴈治郎さんが歌舞伎指導を担当され、劇中では東千五郎役でも出演されています。この映画、カンヌ国際映画祭の監督週間部門に選出されて、現地では6分間のスタンディングオベーションを受けたという話題作でもあります。日本の映画史に残る作品と言っても過言ではないと思います。パンフレット購入。映画のパンフレットも購入しました。皆さんは買う派ですか？買わない派ですか？私はいつも買うのですが、実は今回映画を見た映画館は売り切れで、わざわざ別の映画館にパンフレットだけ買いに行きました。映画を見た後、出演者や監督のインタビューを読み、より深く作品に触れていく時間が好きです。以降はネタバレありで感想を話していきます。ネタバレなしで作品について知りたいという方は、前回の原作小説国宝を読んだ感想の動画を先にご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。では本題の感想です。少年時代の演技が素晴らしい。まず印象的だったのが、少年時代を演じた貴公役、黒川宗也さんと修介役、越山慶達さんの演技でした。特に黒川宗也さんがうまかった。後で調べたら、実写版推しの子で神木光の子供時代を演じていた役者さんでした。あの時も独特な雰囲気で印象的でしたが、今回も良かったです。演目、関野と手の女方の演技もさることながら、貴公らしい陰の雰囲気が感じられました。後半のシーンで大人になった貴公を演じる吉沢亮さんと重なる部分があったんですよね。吉沢亮さん演じる貴公が中村鴈治郎さん演じる東千五郎に役をもらいに行ったシーンで、千五郎の言葉を聞いた時の貴公の目が少年役の黒川さんの目と似ていると思ったんです。どこかと具体的に言えるわけではないんやけど、目の形なのか光の入り具合なのか、もしかしたらしっかり見比べると違うかもしれないけど、少年役と大人役2人の役者が繋がっているように私には感じられました。物語の構成について、物語の構成としては原作から変更された部分もありました。特に原作小説で存在感を放っていた弁天は丸々カット、特時に関しては少年時代に少しだけいたんやけど、大阪に舞台が移ると消えてしまいました。残念ではあるけど、映画の構成を考えると仕方がないかなと思います。映画のセオリーとして、主軸となるメインプロットが1つ、メインプロットを彩るサブプロットが2つで構成されると言われています。今回の映画の場合は、メインプロットが役者の頂点を極める貴公の成長、サブプロット1がライバルであり親友でもある修介との関係、サブプロット2が家族、貴公の恋人たちや娘との関係です。もしかしたら違う見方もあるかもしれませんが、私はそのように捉えました。この3つのプロット、筋書きが順番に起こって1つの映画になっていきます。逆に言うと、この3つ以外の要素を入れると話がどちらかってしまう危険性が高いんですね。小説にあった貴公と徳次の義兄弟のような関係や芸人という異なる芸の道を読者に示す弁天といった異なる要素を時間の制約がある映画に入れることは難しい。それを理解はしていても、やはり小説で濃密なエピソードの数々を知っている分、若干の物足りなさは感じました。しかし、物足りなさから感じる不満は役者さんたちの演技を見れば見るほど薄れていきました。吉沢亮さんの圧倒的演技、特に主演の吉沢亮さんの外演っぷりが素晴らしかった。師匠、金井半次郎の代役を務めた曽根崎真珠、映像編集のカットの仕方やカメラの寄り方も関係しているのかもしれませんが、危機迫るものがあり、お初が乗り移った貴公としてそこに生きていました。そして吉沢亮さんの色っぽさには玉出ました。歌舞伎の衣装を着て化粧をしている時に色っぽいのはまだわかりますが、普段着のシーンでもたまらなく色っぽい。指の先までしなやかで繊細さが見て取れます。普段歌舞伎や舞台を見るときは演目の役柄の気持ちに寄り添って感激していて、演じている役者さんたちの人生や関係性を考えることはありません。しかし、この映画では役を演じている貴公や修介の気持ちになって演目を見ることができました。藤娘、二人道成寺、曽根崎真珠、詐欺娘など様々な演目をしていましたが、その演目というのは映画の視聴者からは遠いところにあって、その前に大きな存在として貴公や修介たちがいる。彼らを通してうっすらと演目の一部が映っている。感覚的すぎる話で分かりづらかったらすみません。とにかく私は歌舞伎を見ているのではなく、国宝という作品の中に入って感激しているような感覚だったんです。
横浜流星さん演じる修介、吉沢亮さんに対して横浜流星さんはちょっと押しやすさが残っているというか、聞く音は対照的なような雰囲気を感じました。ちょっと強すぎる感じ。もちろん悪いという意味ではなくて、修介という役がそういう人だったのだろうと思います。病室を飛び出す修介と追いかける貴公のシーン、少年時代の下校中に立ち寄った橋の上で話しているのがエモかったですね。怒りを抱く修介が冗談めかす様子も寂しげで、二人の関係の変化がよく表現されていました。余談ですが、私が横浜流星さんの演技を初めて見たのは2025年大河ドラマレラボースタジオ映画の夢話だったよね。毎週まで姿を見ていてそれに慣れているものだから髪の毛を下ろしている横浜流星さんの姿が新鮮でした。ギャップで言うと吉沢亮さんについても来月7月4日から上映予定のババンババンバンバンパイアを見に行く予定なんですが、気候との温度差に風邪ひきませんかね。大丈夫かな。豊かなキャラクターたち、主演級2人以外の役者さんたちも最高でした。万菊役の田中泯さんの喋り方が素晴らしかったし、寺島しのぶさんの修介の母としての葛藤の演技も感情が伝わってきました。島田久作さんは梅木のイメージにぴったりだったな。歌舞伎を愛している人ではあるんだけど、ちょっとうさんくさそうな感じ。カット割りの巧みさ。今回の映画は個人的にカット割りが好きでした。今の場面と次の場面が何度か交互に移されてから次の場面に移っていく。50年間という長い物語であるため、どうしても年数がどんどん飛んでいきますが、このカット割りのおかげか、時間経過が違和感なく感じられました。歌舞伎の演目の場面と登場人物たちの場面が交互に移される部分もありました。花井半次郎の代役で、曽根崎真珠を演じる貴公と手と手を取り合い逃亡する修介と原江の場面、舞台の幕が閉じた後、青白い光の中で一人取り残される貴公が哀れで哀れでならなかった。芸を極めていけばいくほど孤独になっていく、そんな貴公の生き様の切なさがあのシーンに集約されていたように思います。映画ならではの視覚体験、歌舞伎など舞台芸術は息の芸術、お客さんから役者の顔がしっかり見えることは少なく、遠くから眺めるようにして楽しみます。しかし、これが映画となると、役者の顔にぐっとカメラが寄ります。眉の傾き、目の潤み、おしろいを伝う涙の線までしっかりと見えて、登場人物の心情へ没入することができました。また、舞台裏の様子や引き抜き、観客の前で一瞬にして衣装を変化させる仕掛けのため、舞台上で貢献が手伝っている様子を間近で見られたのも良かったです。歌舞伎を見に行くだけでは決して見られない部分であるため、小説を読んでいる時は想像で補うしかありませんでしたが、この映画で見ることで、今後イメージすることができるようになりました。家族との複雑な関係、貴公と娘の綾乃の関係も短いながらも印象深く描かれていました。まだ幼い娘に会いに行くシーンで、たまにしか来ない父を無邪気に慕っている綾乃でしたが、予告にもあった神社へのお参りのシーンがやってきます。他に何もいらないから、歌舞伎が上手くなるよう悪魔と取引したと娘の前で言ってしまう貴公の無神経さ。無邪気だった綾乃から笑顔がなくなるこのシーンは本当に切なかったです。その後も役をもらうために貴公を口説いたり、人間としてのクズっぷりを発揮していく貴公ですが、ラストシーンの綾乃の言葉に全て集約されていますよね。人としては最低かもしれない様々なものを犠牲にし、傷つけてきた。しかし役者としての彼はやはり素晴らしい。様々なエピソードは削りながらも原作の核となる部分を巧みに残した脚本に脱帽です。クライマックスの圧巻シーン。どの演目も印象的ではありましたが、やはりクライマックスである2回目の曽根崎真珠はなりました。糖尿病によって死しかけている修介の足先、その足にすがる立ち役の貴公。小説でこんな演出ってありましたっけ。貴公、修介の人生と演目、曽根崎真珠とのあまりにも美しい重なり合いでした。ラストシーンとエンドロールの感動。ラストシーンは小説とは少し違いましたね。人間国宝に認定されたことを知っており、詐欺娘、踊り切った貴公が舞台の上にいる状態でエンドロール。エンドロールでキングヌーの井口さんの歌声が響いてきて、また泣けてきました。小説のラストについては、前の動画で話した通り、どうなったのか曖昧な終わり方でしたから、映画の終わり方として今回のものは、わかりやすくていいなと思いました。ラストシーンにもあったように、映画ではたびたび何かが舞い落ちる映像が象徴的に挟まれていました。長崎の料亭で見た空から降ってくる雪や、舞台上で舞う紙吹雪、いずれもいつまでも降り続くことはないものですよね。雪はいつか止みますし、紙吹雪だって演目が終われば舞うことはなくなる。そこに切ない儚さを感じました。フィクション性の魅力、師匠の代役を務めることになり、震えが止まらない貴公の化粧を修介がしてあげるシーンが好きでした。春本のチーコップに入れてガブガブ飲みたいわ、という貴公のセリフ。現実の歌舞伎の世界では、血筋の人を押しのけて、部屋子が襲名というのは、やはりありえないそうです。歌舞伎のお家に生まれた寺島しのぶさんが語っていました。つまり、そこが本作の圧倒的にフィクションな部分、綿密な取材をされ、他がとてもリアルな分、こういった物語でしかありえないフィクション性があるというのが好きですね。そこに物語を作る意義があると思います。他の方々の視点が気になる。最後は、私以外の方々は本作についてどう感じられたんだろうなという話です。歌舞伎ファンの方たちからすると、
吉沢亮さんや横浜流星さんの演技ってどうだったんでしょうか。舞台裏などを見られるというだけで、歌舞伎ファンなら一見の価値ありな映画だと素人目には思ってしまいますが、どう感じられるのか気になります。また、映画しか見ていない方には、この映画はどう映ったんでしょうか。私は先に小説を読んでいたため、このシーンの裏にはああいうことがあったな、とか、あの出来事があったから登場人物たちはこういう感情でいるんだろうな、ということを想像で補うことができました。しかし、そういった補足情報がないまま見た方に、この映画がどう映ったのか気になります。以上、映画国宝を見た感想でした。映画国宝は原作の魅力を損なうことなく映画独自の表現で素晴らしい作品に仕上がっていました。吉沢亮さんと横浜流星さんの演技、イーサイール監督の演出、豪華キャストの共演、そして歌舞伎という日本の伝統芸能への深い敬意、すべてが調和して本当に美しい作品になっています。3時間10分という長さを感じさせない圧巻の映画体験でした。ぜひ劇場でこの素晴らしい作品を体験してください。そして映画を見た方は、ぜひ原作も手に取り、映画で走られた登場人物たちやエピソードも楽しんでいただけると、作品のファンとして嬉しいです。皆さんの感想もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。